もう結論をお伝えしちゃいます。システム導入プロジェクトの失敗を断ち切る5つのステップということで、まず1つ目がシステムありきで安易にプロジェクトを始めない。ステップ2、現状の業務を棚卸しをして変更点や不要な業務の課題を洗い出す。ステップ3、システム導入後の業務イメージを具体化し要件定義につなげる。そしてステップ4、プロジェクトの社内役割分担と社外パートナーの期待値を明確にする。そしてステップ5、システム導入後の運用体制、教育体制を整え自社の役割を決める。5つのステップがシステム導入のプロジェクトを失敗を断ち切る5つの要素なんです。では、一つ一つ深掘りをしていきたいなと思ってるんですけど、まずステップ1、システムありきで安易にプロジェクトを始めない。よくあるのが、セールスフォースがいいな、キントーンがいいな、ノーションがいいなと思ってすぐに問い合わせしちゃうパターンですね。なので、問い合わせするのはいいんですけど、このシステムで何を解決するかっていう視点を持つことですね。経営戦略の一環として事業全体の課題とか目標があって、それが実現できていないからシステムを導入しようっていう風な課題をまず洗い出すことが重要かなと思っています。じゃあ、それをするためにはっていう風な意味合いで、ステップの2、現状の業務を棚卸しをして変更すべき業務の内容や不要な業務っていうのをしっかり洗い出しをしましょう。やるポイントなんですけど、4つあります。どの業務が課題なのか、非効率な業務は何か、じゃあそれを効率化するためにシステム化すればどれぐらい削減できるのか、逆にシステム化することで業務がさらに複雑化しないのか、一つの部門が入れたとしてもその隣り合う部署であったりとか、その業務の中の前後の領域が影響を受けないか、いい影響も悪い影響も受けないかっていうのを考えるっていうのが重要ですね。ステップの3つ目、システム導入後の業務イメージを具体化し要件定義につなげる。システム導入後の業務フローはどういうふうに変わりますか？じゃあその業務が自動化された結果、その業務は誰の判断が必要なのか、こう改善するっていうのがこれすればいいよねっていうのは現場が最終決定していいのか、リーダーでいいのか、経営陣の判断がいるのか、じゃあその結果現場のオペレーションがどう変わるのかっていうところをしっかり要件定義でしていく。なので、初めからシステムの導入の前に、例えばセールスフォースの場合には、セールスフォースの運用を全部内製化するのか、外注化するのか、じゃあ年間予算はランニング費用だけではなく、保守費用も加味した上で、保守をどこまで依頼するのか、内部でするところは標準の設定までするのか、フローっていった細かいところの現場の運用まで関係するところは外部に委託するのか、役割を明確化することが重要だなって思ってます。